霊界通信小桜姫物語浅野朝風呂著69鎮座祭。そうするうちにいよいよ鎮座祭の日が参りました。玄界の方では今日はえらいお祭り騒ぎじゃと指導役のおじいさんが説き聞かせてくださいました。地元の里は言うまでもなく、三里五里の近郷近在からも大変な人手で、あの狭い海岸が身動きのできぬありさまじゃ。往来には掛け茶屋やら屋台店やらがだいぶできているが、それは地上の人間界のことで、こちらの世界は至って静かなものじゃ。わし一人でそなたをあのお宮へ案内すればそれでことが済むので、まあこれまでの修行場の引っ越しと格別の相違もない。そう言っておじいさんは一向に取り澄ましたものでしたが、私としてはそれでは何やら少し心細いように感じられてならないのでした。おじいさま、私はとうとう切り出しました。私一人では何やら心もとのございますから、お差し支えなくば私の守護霊様に一緒に来ていただきたいのでございますが。それは差し支えない。そなたをここまで仕上げるのには、守護霊さんの方でも影で一方ならぬ骨折りじゃった。もうおっつけ、玄界の方では鎮座祭が始まるから、こちらもすぐにその支度にかかるといたそうか。毎々申し上げます通り、私どもの世界では何事も甚だ手っ取り早く運びます。まず私の身なりが瞬間に変わりましたが、今日はいつもとは違って、身には白練りの装束、手には中継、足には木のつるで編んだ一種の草履、髪はもちろん下げ髪、甚ださっぱりしたものでございました。他に身につけていたものといえば、ただ母の形見の守り刀、こればかりは女の魂でございますから、いかなる場合にも懐から離すようなことはないのでございます。私の身なりが変わった瞬間には、もう私の守護霊さんもいそいそと私の修行場へお見えになりました。お身なりは広袖の白衣に袴をつけ、上に何やら白の薄物を羽織っておられました。今日はようこそ私をお呼びくださいました。と守護霊さんはいつもの控えがちな態度のうちにも心からの嬉しさをたたえ、私がこちらの世界へ引き移ってからかれこれ400年にもなりますが、その長い間に今日ほど肩身が広く感じられることはただの一度もございませぬ。これと申すもひとえにご指導役のおじい様のお骨より私からも厚くお礼を申し上げます。この後とも何分よろしゅうお頼み申しまする。いや、そう言われるとわしは嬉しい。とおじいさんもニコニコ顔。最初この人を預かった当座は、つまらぬ愚痴を並べて泣かれることのみ多く、さすがのわしもいささか途方に暮れたものじゃが、それにしてはようここまで仕上がったものじゃ。これからは何と言おうが、小桜神社の祭神として、押しも押されもせぬ身分じゃ。早速出かけるといたそう。おじいさんはいつもの通りの白衣姿にわらぞうり、長い杖をついて先頭に立たれたのでした。波打ち際を歩いたように感じたのはほんの一瞬間。私たちはいつしか電光のように途中を飛ばして例のお宮の斜塔に立っていました。中に入ってほっと一息つく間もなく、たちまち産砂の神様のお姿がスーッと神壇の奥深くお現れになりました。その場所は遠いようで近く、また近いようで遠く、まことに不思議な感じがいたしました。
うやうやしく頭を下げている私の耳には、やがて神様のお声が凛々と響いてまいりました。それは大体さのような意味のお諭しでございました。今より神として祀られる上は、心して土地の守護に当たらねばならぬ。人民からは様々な祈願が出るであろうが、その聖者善悪は別として、土地の守護人となった上は、一応丁寧に祈願の全部を聞いてやらねばならぬ。主者はその上のことである。神として最も戒むべきは、怠慢の仕打ち。同時に最も慎むべきは、変馬不正の処置である。怠慢に流るるときは、しばしば大事を誤り、不正に流るるときは、ややもすれば真律を乱す。よくよく心して、神から託された、この重き職責を果たすように。ユブスナの神様のお諭しが終わると、続いて、竜宮会からのお言葉がありましたが、それはもったいないほどお優しいもので、ただ、何事も難しいことはこちらに聞くように、とのことでございました。私は今更ながら、身に余る責任の重さを感ずると同時に、限りなき心音のかたじけなさをしみじみと味わったことでございました。